Hello, this is Wasabi from Japan. こんにちは、Wasabi です。クエスト2、オキュラスクエスト2がそもそも VR 初体験で、かつ VR チャットも、初めての私が、初めに知っておきたかった最低限の操作方法を、簡単にまとめたいと思います。VR チャット始めたての時に一応いろいろ調べて今日、説明動画に使わせていただいたジャパンチュートリアルワールドにまずはね行けってもうどこの、サイトとかあとねツイッター見ても書いてあるのでここ来ればいいのかなと思いながら来てみて、で一応運よくですね親切な方にご案内いただいて無事にVR チャットの沼に入ったわけなんですけれども、当初はそもそも VR が初体験だったので、もうすべてにおいて、すご、何これすごっていう状態で、結構ね、しっかり案内していただいてたんですけど、全然頭に情報が入ってなくて、操作方法とか結局なんかわからないまま、終わったっていう感じで大変申し訳ないんですけれども、でもすごい楽しさだけはすごく教えていただいた。ね。なので、もうまず操作方法を最低限これ知っておけば、実際にわからないことも、助けがね、聞けるぐらいまでになると思いますので、この動画を見れば、とりあえず動けるようになるっていう、ものを知ってほしいなっていうことで、作りましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい。それでは、行ってみましょう。右手の上の B ボタンを押すと、一回ポチッと押すとこのような画面が出まして、もう一度ポチッと押すと消えます。その B ボタンを長押しするとこういう丸いメニューが今度は出てきます。まあちょっと用途が別途で違うので、とりあえず、ポチッと押すとこういう画面。長押しするとこういう画面が出るってことを覚えておけば大丈夫です。次に、下の A ボタンを押すとジャンプします。左手も、同様ですね。上のボタンをポチッと押した設定画面。上のボタン、Y って書いてあるね。Y ボタンを長押しするとこのメニュー、丸いメニュー。ポチッと押すと設定画面が出る。左手の X ボタンは、マイクのオンオフが切り替えできます。一回押すとこんな感じで、今左下にこのマークが出ているときは音声が周りに聞こえている状態で、ボタンを一回押して赤い状態になったとき、周りに音が聞こえないミュート状態になっています。次に、人差し指、右と左の人差し指同じなんですけど、何もないところで押しても特に何も反応しないです。基本的には何かをアクションとかを起こすとき、なんかボタンを押すときとか、人差し指を押すことが多いです。とりあえず今は何も反応しないっていうことだけでいいです。次に中指のボタンも今は何にも反応しません。何か物を掴むときとかにこの中指のボタンで、押して物を掴むことをやりますね。持ってくればいいか。お豆腐持ってくるね。感じで中指で持ってます。中指を押しながら持つ感じですね。右手のオキュラスのマークがあるボタン、オキュラスボタンを押すとオキュラスのメニューが出てきます。こんな感じで。で、周りの人からはアバターによって、座禅を組んでいる姿だったり、T ポーズはわかんないけど、こんな感じで不思議な体変な不思議なポーズになってることが多いです。この状態だとコントローラー移動ね、アバター移動とかもできないんですけど、マイクがオンになっているとそのままこのボイスは周りの人が聞こえてる状態になっているので、もしね何かリアルで
宅配が来たとか、電話が来たとかでちょっと離脱する場合は、必ずミュートにしてからこのオキュラスボタンで離脱するのがいいかなと思います。左手の、同じ場所にあるボタン、オキュラスのマークはないんですけど、これ設定画面が出ますね。あんまりこのボタンで設定画面を出したことはなかったけど、基本的にはじゃあ上の、B と Y のボタンと同じかな？はい。では次に歩き方を説明します。まず、一番酔いにくい歩き方を先に説明します。まず、右手でこうメニューを出して、右の真ん中、セッティングを左手のコントローラーでレーザーが出てますので、それをセッティングというところに当てながら人差し指をポチッと押します。そうするとこんな画面が出ますので、酔いにくいとか、動き方を変える部分はこの左上が主なところだと思ってください。まずホロポートをこちらをチェックを入れる。コンフォートターニングをチェックを入れる。はい、こんな感じがいいかな。右手のスティックでまず首を動かします。左右。で、この場合は今一定の角度でこう回るのでスムーズには回りません。なのである意味酔いにくいっていう形ですね。で、左手のスティックでアバターの体を移動させるんですが、左手のスティックをまず前に倒すと自分のアバターがこう移動します。自分のアバターが移動しているのが見えるので、これ今スティックをまだ倒している状態で、今コントローラーをぐるぐると動かしてるんですが、この青い二重丸が見えます。この青い二重丸の部分で、今スティックをそのまま離すと、そこにいる状態になり、かつアバターが向いている方向に変化します。こんな感じで、はい。もう一回やりますね。こういう風に自分のアバターがオキュラス画面ではこういう風に自分が歩いているように見えると。で、かつこの青の二重丸のところで自分のアバターが最終的に移動するという形になります。なので初めのうちはこれでちょっと移動をねするのがいいかなと思います。結構周りの人は多分ホロポート操作ではなくて結構ぬるね動いていることもあるとは思うんですが、初めのうちは本当に多分酔うと思うので、これでちょっと操作を慣れておくのがいいかなと。で、どうしてもちょっとね会話をしてる中だとみんなと動きがねワンテンポ遅れちゃったりとかはするとは思うんですけど、周りの人も多分みんな同じ経験をして今に至ってると思うので、気にせずに頑張ってこの動きのホロポート操作で慣れていきましょう。このホロポート操作ですが、多分今はね動きが多分平地をただ歩くだけなので、階段とかもこのままこう多分スルーっていけます。ちょっとやってみよう。ホロポート操作で階段を登ってみるよ。ホロポート操作で階段を登ります。前に倒すとある程度進むんですけど、もし自分のアバターが止まっちゃったなと思ったら、結構コントローラーを傾けると上行ったり下行ったりするので、とりあえず左手をぐいぐい動かしてみて、どんな動きをするのかちょっと試してみてください。スティック離すとここにね来ます。もう一回やって、どんどんパ降りるときもこういう風にトントントン、一回で降りれるかな。降りれた。で、ホロポート操作に慣れてきたら、このコンフォートターニングだけちょっと外してみましょうか。でね、首がちょっとぬるっと動くので、自分の体は移動せず首だけ動くので、これとホロポートの移動を組み合わせるとかっていう風に徐々にちょっとこうね変えてみるといいかもしれない。ちょっとでもこれでも
多分最初酔う人はすごく酔うと思うので、慣れるまでは自分のね、体調を一番に考えながらやってみましょう。フォトではなく、これを外した状態での 3D、移動、コンフォートターニングも外しています。となると、右スティックで首は同じですね。首の左右。左スティックではもう自分が、左右上下にこう移動するという形。左右上下じゃないね。前後だね。左右前後にこういう風に移動していきます。なので、メインで移動するときはこう、右手と左手を組み合わせて、こう、友達の方向いたりとか、こうね、待ってーとか、わーとか、いう感じで移動していくと、最初は本当にこれが、もう、酔う。私も慣れるまで3、4ヶ月かかっているし、その間も、もう、酔ってはやめを繰り返して慣れました。もう今ではもう、グリングリンしても何にも感じません。ホロポート操作で、私がホロポートを使ってた時に困っていたことが、段差とか何かを乗り越える時、今はねこう平地だからただまっすぐにね行けばいいし、階段とかも、階段も結構普通にこうまっすぐ行けばね登れるだけなのでグイーってね行けばいいんですけど、なんかジャンプして進む場所の時のホロポート操作ってどうするのっていうのすごく困った思いがあって、3D 操作ができている状態だと左手のスティックを動かしてジャンプを同時になんていうんだろうな、ポーンとこうジャンプしながら前に進むっていうことも結構普通にポーンって気軽にできるんですけど、ホロポート操作の場合まず左右前後に動くので、こっからこうできるわできたわ。そっか、これでいいのか。ホロポート操作の場合、このまま壁にこうねアバターをくっつけた状態で右手の、ジャンプボタンを押せばいかないね左手のスティックで、ホロポートで自分のアバターを壁に寄せます。で、左手をこうなんだ上下っていうか、この状態で右手のジャンプボタンを押すと、そのままジャンプするんですけど、左手を同時にまたコントローラーをちょっとね上にこうねやると上に乗ります。こんな感じで。けどでもこんな感じ、こういう感じで一応乗れますので、ホロポート操作でも崖とか、落っこっちゃったどうしようっていう時も落ち着いてやればこういう風に登れるので、こんな感じでね崖を登ってみましょう。基本的には多分 3D 操作と一緒なんだけれども、ちょっと感覚が多分違うので、基本的にはこの今動いているアバター、目の前にいる動いているアバターにと同時にジャンプボタンを押せば、そんな感じでこう行くっていう風に思ってもらえれば分かりやすいかな。ちょっとこれが私自身が初心者の時に学んでなかったことなので、ちょっと説明がしづらいんですけど、崖は登れるということが分かっただけいいかなと思いますので、もし落ちちゃってリスポーンしなきゃっていう状態にはならないと思うので、私はホロポート操作の時これに詰まってもうダメです、どうしたらいいですかって言ってリスポーンとか言って一番最初のスタート地点に戻るっていうことをしてたんですけど、今これをできるって分かったので
もし困った時はこのホロポートでも崖とか、高いところにジャンプしながら移動ができるよっていうのをね、知っておくといいかなと思いますので、覚えておいてください。あとはですね、オキュラスクエスト2の、写真の撮り方を、お伝えしたいと思います。オキュラスクエストは、この今の状態、現時点では、セルフィー自撮りっていうのが今の時点ではできません。このクエストの画面から見ている状態を、写真に撮る、要はスクリーンショットのやり方をお伝えしたいと思います。やり方がまず2つあるんですけど、1つ目、基本的な写真の撮り方は、まず、右手のオキュラスボタンを1回押しますと、オキュラスメニューが出てきますので、ここの写真を撮るを押しましょう。そうすると、右上に赤ポッチが出てくると思うので、赤ポッチが出てきたら、待ってると、カシャッと多分保存されると思います。保存されました。ね、出ると思いますので。で、例えば、ワールドでみんなで写真撮ろうとか言ってね、鏡の前にみんなで立つことが多いと思いますが、こんな感じでね。ワールドにはね、結構鏡がね、あって、自分のアバターをこういう風に、見ることができるし、ここでみんな写真を撮る、鏡の前でみんなポーズをしてね、写真を撮るなんていうのが結構日常茶飯事なんですけど、この状態で、写真撮ろうとか言ってこうやってイエーイとかってやって自分も撮ろうって思った時にこのオキュラスボタンを押すとこうあれポーズが撮れないってなっちゃうと思いますが、写真を撮るボタンを押してもう一回ボタンを押してオキュラスメニューを消すと撮れます。で、実際に写真を撮られるまで数秒ね、時間があるのでその間にポーズをこう撮ってねカシャッと撮るとそのポーズで写真を撮ることができますので、オキュラスボタンで写真を撮るを押した後もう一回オキュラスボタンで戻ると、実際にこう動きながら写真を撮ることができます。とは言っても今の写真の撮り方だとちょっとラグがありますよね。ボタンを押して、写真を撮るを押してイエーイっていうまでちょっと時間がかかるので、みんなではいチーズとかっていうのだとちょっとね、ラグがあるかと思います。一応ショートカットキーというのがありまして、オキュラスボタンと、人差し指のボタンを、同時に押すことでカシャッと撮ることができます。このショートカットキー結構便利ですので、やってみましょう。コツとしては、オキュラスボタンをポチ、人差し指ボタンをポチの、この、タイミングリズムが結構、重要。結構失敗するんですよね、こうやって。オキュラスボタンを押して、その 0.5 秒ぐらいに人差し指ボタンを押します。で、オキュラスボタンを離さずに、まず人差し指ボタンを離す。説明ができてるのかわかんないけれども、親指ボタンを押しつつ、人差し指ボタンを、押して離すって感じ。ポンパパ、ポンパパ。取れてる。これね、ポンパパでやるとうまくいくことがあると思いますので、それでね、やってみてねって話です。これがある程度できれば、写真もね、景色綺麗だな、撮りたいな、ポンパパ、はーってもう本当にね、スムーズに慣れてくるといくと思いますので、ガンガン写真を撮って、ガンガンツイッターに上げて、お友達をね、いっぱい作ると楽しい、VR の世界が広がっていく。こんな感じで、最低限のね、オキュラスクエスト2の VR チャットワールドでの、操作方法を説明してきました。これが多分最低限分かっていれば、多分人に助けを求めることもできるし、いろんな情報を新しく学ぶことがたくさんできると思いますので、ぜひ、これを見て基本操作を学んだ上でワールドにね入ってみることをお勧めします。このワールドを、まずプライベートワールド、プライベートインスタンスで開いて一人で一通り回ると今日の動画の内容がより詳細にわかると思いますので、もしいきなりね人に直接ね
話さなきゃいけない。やっぱ助けてくれっていうのも結構勇気がいることだと思うので、まずちょっと一通り自分でできるようにしてから、お友達を作りたいっていう場合は、このワールドをプライベートインスタンスで立ててから、一人でね、回ってみるのも一つおすすめになります。インスタンスの作り方をちょっと説明しましょう。ワールドサーチでチュートリアルワールドニューインスタンスコンディションインバイトオンリーで、Go を押すとあなたしか入れないワールド、他の誰も入ってこないワールドができますので、これを押して、ゆっくり操作に慣れていきましょう。なんと数日後にジャパンチュートリアルがガラッと変わっておりました。ただ内容はほとんど変わりないので、このね、ワールドに来て参考にしてみるといいと思います。プラスでクエスト集会場というクエストユーザー向けのワールドもありますので、そちらもおすすめになりますが、今日はね、ジャパンチュートリアルを使わせていただきました。ぜひぜひおすすめのね、初心者ワールドに、最初に行ってみて操作を学んでみてください。Thank you so much for watching everybody. サラダボー